皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画は富士見モンティの完成までをお届けいたします。まずはクリア塗装から。クリア塗装の工程は全部で3回。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリア3をガイアカラー薄め液で1対 1.5 に薄めて吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠目から塗料をパーツ表面に対してふわっとのせるように吹き付け、2工程目は角部分から始め全体をまんべんなく塗装していき、2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整えています。3工程目は仕上げで全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き捨てています。万が一垂れてしまった場合はイソプロピルアルコールで塗装を落としてやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後、十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく工程です。徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています。取り出し工程としては3回の工程。1工程目は2000番のペーパーヤスリで水取りをしていきます。ツヤが出ているクリア塗装面のツヤを消していく感覚で水取り。2工程目、3工程目はそれぞれゴッドハンド製の紙ヤスを使い、それぞれ6000番、8000番と番手を上げつつ水取りをしていきます。表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。2000番から始めマットな面が徐々にツヤが出てきたことを確認し完了です。続いて鏡面仕上げの工程です。鏡面仕上げの工程としては3つの工程となります。通常ですと C フォース製のリトルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っていますが、今回は小さいパーツばかりですので指で磨いていきます。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周、表面を一皮剥くといった感覚で研磨していきます。1工程目で粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目、3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながらツヤを出していきます。2工程目はタミヤの再目で1周、3工程目はタミヤの仕上げ目で限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます。万が一途中で角が出てしまったら慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップします。次にパイピングです。このキットで再現されている部分はアクセルワイヤーにプラグコード、クラッチケーブルにブレーキワイヤー、メーターケーブルの5本です。ここはもう少しワイヤー類のパイピングをプラスしリアリティを上昇させていきます。まず追加するのはヘッドライトケースから伸びている電装系のケーブル類。こちらはジャンクパーツのビニールパイプに細切りしたマステをぐるぐる貼り付けブラックを塗装。エアクリ裏に忍ばせフロントを組んだタイミングでヘッドライトケースへ収納します。他にはエアクリの水抜きホース。こちらはクリアパイプに薄くクリアレッドを乗せ、こちらもエアクリ裏に接着。他にもインジェクション部分に1本追加。塗装の部分では
テールにクリアレッド、ウインカーにクリアオレンジを塗装。裏面からはスケボーシとしてシルバーを入れておきます。ついでにリアショックもシルバーで塗装です。フロントフォークはマスキング押しブラックを、ヘッドライトはフォーアーティストマーカーブラックで縁取り。ペダルなどのゴム部分はフラットブラックを入れておきます。メーター上部の押し出せランプは下地にシルバーでクリアオレンジ、クリアレッド、クリアグリーンを重ねました。エンブレムパーツはフォーアーティストマーカーシルバーで縁取っておきます。続いて残ったリア周りの組み立てです。まずはマフラーから。排ガス規制対策でトグロを巻いた液パイにサイレンサー、そしてマフラーガードを取り付けフレームに接着。エアクリーナーにチェーンカバーを取り付けたらテールを組み立てていきます。ステール油を組み立てクリアレッドに仕上げたテールを接着。仕上がったテールアッセンブリーをフレームに取り付けてあるキャリアステーに取り付けます。いよいよモンキーらしくなってきたところでパシャリ。リアのキャリアは前後で2箇所ずつ時間を置いて接着していきました。次にフロントとシートの組み立てです。ヘッドライトケースにはキーシリンダーを接着しライトリフレクターを仕上げます。メッキ調に塗装しましたがいまいち輝きが足りないので長谷川のミラーフィニッシュを細かくカットし貼り付け仕上げていきました。フロントの組み立てはホイールをビスで固定するタイプではないのでフォークで挟み込むように組み立てです。一方のフォークにヘッドライトやホーンを取り付けしっかり接着で固定できたらもう一方のフォークを取り付けるといった形でじっくり組み立てを行いました。しっかりフォークが固定したらライトレンズにメーターカバーを取り付けです。ハンドル部分を組み立てたらメーターのリング部分はフォーアーティストマーカーシルバーで塗装。ハンドルのスイッチ類はブラックを入れます。その後タンクやペダル裏を取り付けました。シートの組み立てですがキットの特徴でもあるチェック柄がデカールで再現されていますのでこちらを貼り付け、マークフィットを筆を使いなじませていたらデカールが破れてしまったのでカラーを調色しタッチアップです。その後艶消しスムースクリアを吹き付けです。ステーを取り付けリアショックと同時にシートを組み込みます。サイドカバーを取り付けたらいよいよ最終仕上げです。ミラーは専用のメッキシールを取り付け、エンブレムはこちらも専用の台紙があるのでそちらにデカールを貼り付けです。デカールを貼り付けたらレジンを流し込みブラックライトを照射、つるんとした質感にしておきます。そしてついにフロントとフレームが合体。ビスなしでもしっかりと組み上がってくれました。クラッチケースカバーの一部は長谷川のミラーフィニッシュ仕上げ、ついでにマフラーカバーの残りも取り付けます。ミラーにスタンド、ウインカーにキックペダルを取り付けたらエンブレム類を取り付けていきます。50周年記念モデルはこのエンブレムがないと始まりません。シートは屏部分を最初の方で穴を開けておいたのでそこに配給パーツのブラインドリベットを取り付けていきました。最後にプレートを取り付けモデリングワックスで軽く磨き上げ完成です。不死身のモンキー素晴らしいですね。パーツも申し分ないディティールですし完成後の佇まいはモンキーそのもの。一つ一つのパーツが小さいから組み立ては大変ですが組み立てに曖昧な箇所はなく接着剤なしでも組み立てられそうな構成でした。キャリア部分がフレームの一部となっていたりエンジンがフレームの一部となっていたりもしますがじっくり根気よく塗り分けをすれば問題ありません。エンブレムもデカールプラス台紙でリアルなものとなっていて作っていて本当に楽しいキットでした。このキットは50周年記念モデルで FI モンキーとなりシリンダーの形状やエアクリの形状がキャブモンキーとは違いますのでこれだけ素晴らしいキットでありますからぜひ
藤見さんにはキャブ仕様のモンキーやゴリラ、ダックスまで製品化していただきたいところであります。自身が乗っていたのは30周年記念モデルですが、そっくりな50周年記念モデルを作りながら当時を思い返すことができました。父と一緒に改造したり、どこに行くにも常に一緒にいたモンキー、そんな思い出に浸りながら今回はここまでとします。ぜひゆっくりご覧になってください。ご視聴いただきありがとうございました。